コモ時代を終えまして、はい、鮮烈に、私もよく覚えてますが、プロ宣言って言ってましたね、はい、そのあたりからお願いできますか。そうですね、これ20歳の時だったんですけど、はい、ちょうど、はい、世界選手権勝った年が20歳、はい、で、単価を切って、俺はプロになるんだって、やめたはいいけど、はい、その時に次現実が来たのがどうやってなるのかなっていうプロってどうやってなるのかなっていうのを言ったはいいけど、で、自分の中で、考えてお知らせしなきゃいけないなと、今みたいにフェイスブックとかがあるわけじゃなかったんで、雑誌に取り上げてもらわないとダメだろうなと、まずこれが一番手っ取り早いと思ったんですよね。でまず原敦プロ宣言っていうのを、ラジコンマガジンの山花さんに、相談して、で原敦プロ宣言っていうのをちょっと表紙にも載せてもらって、ちょうど世界選手権勝った後なんで、ある意味旬な話題というか、でついにプロ宣言、でプロ宣言で、その自分の思い、そのをちょっと、そのインタビューで話させてもらって、でそれを載せてもらって、で今ちょっともう一回あれ読みたいなと思う、ちょっと手元にないんで、内容ちょっと忘れてたんですけど、今見たらちょっと恥ずかしいことみたいな書いてあったかもしれないですね。何言ってたかなちょっと今気になるんですけど、それが、良くも悪くもやっぱり効果がありまして、まずその電話が来るように、なんかこう人伝いと、電話番号知らなかったとしても、なんかこう人伝いになんかプロになるんだって、なんかちょっと話しようよみたいなのがいくつか来て、で一番最初にまだいろんなところと話をする前に、実はソレックスっていうタイヤのメーカーさん、ソレックスの佐伯さんが、一番最初に声かけていただいて、で僕はヨコモに働いた時代に会社の近くに住んでたんで、ソレックスの会社工場自体がすぐ近くにあったんですよ。で結構個人的なに親しくさせてもらってて、でヨコモでいた分ソレックスのタイヤを立場上使うわけにいかなかったんで、なんかこうテストする時とかちょっとやってくんないみたいなので、ちょっとこうそういう関係でやってたんですけど、うちスポンサーしたいからスポンサーさせてよって言っていただいて、ぜひお願いします。でスポンサーの一番第一号としては実はソレックスが、そうなんですね。僕の一番最初に獲得したスポンサーというのがソレックスなんですね。それはあれですか、プロなんでやはりサラリーをいただく上でのスポンサーということですね。あんまり大きくは出せないけど、月これぐらいだったら出せるから、じゃあちょっとうちのステッカー貼ってやってよと。で自分のそのソレックスの佐伯さんのつてもあるから、ちょっと知り合いの海外のメーカーとかもちょっと聞いてあげるからって言われて、でまだ他の話がある前に、そのラジコンもやりたいし、でもヨコもやめちゃってラジコンを持ってない、そうだ確かにで買うって言ってもお金持ってなかったんで買えないし、時間がねそんな、やめてが経ってないから、じゃあちょっと知り合いがもしいるんだったらちょっと話してもらえますかって言ったら、じゃあ早速香港のメーカー、スピードマインドっていうメーカーがあるんですよ。でそこのスピードマインドのコウさんっていう人が、すぐ声かけてくれて、ちょっと中国でレースあるから、香港に来てもらって、香港から中国に行って、でうちの車使ってレースやってよと、でそこのお店でソレックスの代理店をやられてて、でそのつながりで佐伯さんもじゃあ一緒に行きましょうみたいな、でその時に中国へ行って、でそのスピードマインドの車を使ってレース出たんですけど、誰が来るのかとかどんなレースとか全然聞いてなくて、ただ単にたまたまやる中国のレースに行くだけなのか、行ってみないとわからない状態で行ったんですけど、行ってみたら実は世界の有名どころが何人か招待されてて、デビッド・スパシェットとか、当時まだまだ元気バリバリでやってたイギリス人のデビッドとか、あとはマイク・スワーガー、アメリカ人のプロテンのチャンピオンなんですけど、彼とかあと何人かいたと思うんですけど、あとクレイグ・ドレッシャーっていう、これもまたイギリスの、これはもうかなり有名な選手なんですけど、この辺りがいて、現地でいてびっくりして、なんで実はレベルかなり高いレースだったのかで、世界選手権で勝ったとはいえ、彼らってまだ全然実力者なんで、絶対勝てる保証なんかないし、でましてや聞いたこともないスピードマインドってどこの車なのかなみたいな
一応作りはそれなりな作りしてるんですけど、はい走らせたことないから、まあちょっと結果はね、それは頑張るけど、期待しないでねと、って言ったら、その車の名前はデイトナっていうんですけど、そのデイトナはね、その僕がロレックス大好きで、ロレックスのデイトナが大好きなの。だから名前はデイトナはロレックスのデイトナから来てて、もしこれで僕の車で中国のレース勝ってくれたら、デイトナの時計あげるから。マジで、多分車の実力もそのコウさんも分かってなかったと思うし、僕も自信はそんななかったんで、最初じゃあもらえたらいいねみたいな感じで、まあちょっと軽い気持ちで捨てたんですけど、それなんとか勝ってなんとか勝って、でいよいよそのロレックスのデイトナっていうやつ、デイトナが何かも僕よく分かってなかったんですけど、でなんかよくよく聞いたらなんかすごい高い、ロレックスの中でも結構高いやつだっていうのを聞いて、そんなのくれるのかと思ったら、やっぱそれはさすがに冗談半分だったみたいで、さすがにデイトナは今ねちょっと用意できないんだけど、サブマリーナってやつでいいかって言われて、そのサブマリーナも僕知らなかったんですけど、でそれをわざわざそのロレックスのショップ行って、その香港に一回帰って、香港のショップで保証書みたいなつけて、これ偽物じゃないから偽物っていっぱい出回ってるけど、これは偽物じゃないっていう証明があるから、これね優勝したお祝いであげるからって言われて、でそれでプロっていうのはまあそういう、まあ、こういうものなんだなと、ある意味なんかこう、物もらいたいだとか、まあ、賞金もらいたいだとか、まあ、そういうこれがプロなのかな、こういう仕事がプロなのかなってちょっと見せてもらって、で、まあ、契約の話をしようと思ったんですけど、やっぱ自分英語ができなかったんで、人を間に入れてやったんですけど、やっぱ話がうまくこう進んでいかず、でやっぱ自分も生活していかなきゃいけないんで、やっぱりそんな待ってないというか、まあ、時間がそんなに余裕がなかったから、ちょっと一回その話進まないから、まあ、ちょっとこれはなかったことにして、でちょっと自分なりに日本の中で探してみます、まあ、言葉が通じる日本の方がいいと思ってたんで、日本国内でその後探し始めて、でそれもやっぱり雑誌に載せてもらった影響で、やっぱりもう一回電話すれば、原君プロになるんでしょと、何その話するのというところで、まあ話は結構いろんなところに、大きいメーカー小さいメーカー問わず行って、で中にはやっぱりかなり大きい会社、キーエンスとか、当時まだレースもののものをやってたんで、でそんなこんなでやっぱりもう決めなきゃいけない焦りがこうだんだん出てきて、で最初 HPI からヨコモに在籍した当時からうちに来ないみたいな、まあ、プロとかじゃなくてうちに来ないみたいな話、まあこれも冗談半分だったのかもしれないですけど、そういう話を結構もらってて、もし何かあったらよろしくお願いしますみたいな感じではあったんですけど、あの時まだ HPI って全然レースが弱くて、一応まあプロ2っていう車はあったんですけど、やっぱりヨコモとかの体制に比べるとやっぱ小さい体制でやってる感じがして、まあ、ちょっとあそこに行ってもレース自体の、まず結果を求めようと思うと厳しくなるんだなと思ってたし、アメリカでもやりたかったからアメリカでやらせてくれるところでいくと HPI ってまあアメリカの会社なのは知ってたけど、活動ってほとんど日本でしか、まあ、吉岡君と村井さんっていうこの2人の HPI ドライバーが有名で、この2人だけがやってるんだと思ってて、アメリカではあんまりやってないと思ってたから、やっぱりアメリカでやりたいなと思って、アソシとか海外にも一応声はかけたんですけど、やっぱりその E メールとかもそんなにみたいなパッてできないんで、やっぱりどうしても人伝いだとかになって全然話が進まず、でそこで、タミヤってやっぱりこの業界では圧倒的な知名度があり、でレースはもちろんやってましたけど、まだまだその全日本選手権も含めそこまでまだ成績が出てなかったけど、やっぱそのブランドの大きさと、やっぱその会社の規模だとか、あとは中にいる、前泉君はじめ、三浦さん、あの当時いろいろいましたけど、今でもね働いてる方いますけど、そこでタミヤにも一応声をかけて話だけでもさせてもらえたらなということで、あの時三浦さんに連絡したのかな確か。で前泉君と、あとなぜか滝博士なんと、なぜか滝博士僕すごく尊敬してて当然子供の頃にタミヤ RC がグランプリを見てて、みんなが通る道じゃないですか、で滝博士
本物みたいなものが初めてだなほぼしかもそんなねプロの話をするのに滝博士がまさか一緒にいてくれると思わなかったんで、滝博士じゃないですか見てましたあの時みたいな。で滝博士にちょっと感動しながら、であの時はすごくもうタミヤさんもやっぱレースこれからもっと世界戦勝ちに行きたいという話をすごいしてくれてたんで、実は契約書は交わしてないんですけど、もうほぼ 99% その時タミヤに決めてたんですよ。なんとで一応まだいくつか、話を予約してるんで、それしないで決めるのはちょっと失礼なんで、一応話だけでも、条件がいいところを選ぶっていう趣旨はどこに伝えてるんで、一応条件だけでも一応聞きに行かないとということで、それでもやっぱりもうタミヤさんが出してくれた条件っていうのは圧倒的に良くて、でもちろんそのアメリカの話も、タミヤ USA っていうのがあって、でアメリカに行きたかったらもう逆にもアメリカでもやってもらいたいぐらいだと、もうバンバンやってくれと、やっぱ経費も全部出すし、ちゃんと給料も出すし、プロとしてちゃんと活躍して世界で戦ってもらうようにやってもらいたいと、でもちろん中にいる人たちももともと知ってる方が多いんで、もうここしかないなと、タミヤのシャツを着てやることになるのかなと。そんなことがあったんですね。もう夢の中では、自分が見る夢の中でもそう出来上がってたんですよ。なるほど。もうタミヤでやると、でそれがまだスリカーンが出てくる前だったんで、でちょうどまだドライバーを探してた時期であって、ほぼ 99% ぐらい決まってたんですね。あとはもう契約書を作ってもらってサインするだけみたいな段取りだったんですけど、ここに HPI がもう一回話を電話いただいて、それがで電話出た夜だったんですけど、夜中だったのかな、なんかもう寝ぼけてて、夜中だったんで、誰だよこんな時間に、なんかしかも番号もなんか変な番号だったんですよ。なんか見たことない番号で、これ多分日本でもないなと。そしたらアメリカから、当時のHPI の会長である渡辺さんから直接電話をいただいて、うちもちょっと話僕直接したいんで、日本に行きますんでちょっと話する時間だけ作ってもらえませんかって言われて、で僕はもう HPI に行くつもりがそもそもその時点ではなかった、選択肢に入ってなかったんで、で一応話はしたんですけど、声かけていただいたのは嬉しいんですけど、もう心の中でタミヤに決まっちゃってるんで、話聞いてもちょっと、もしかしたら、無駄足になっちゃう可能性もありますよって言ったと思うんですけど、いやそれでも話したいって言うから、じゃあ話お願いしますって言って、品川のプリンスホテルにいますって言って初めてプリンスホテルの中に入っていって。であんまり失礼な格好でね行くのもあれだけど、ちゃんとした格好を持ってなくてでちょうど20歳だったから成人式の時にこしらえた初めて買ったそのスーツと、あとその冬だったんで寒かったんで一応そのロングコート着て、でも髪を切るお金がちょっとなくて、ちょっと伸ばし放題伸ばしっぱなしで、ちょっと頃チーマー世代だったんで、ちょっと高橋さんと同じような、もう白に近い感じの色で、で頃木村拓哉のロングバケーションがかなり一世を風靡してた時で、なかなかミーハーなとこありますね。でロン毛だったんですよね。でその格好で、金髪ロン毛でコートを羽織って、でプリンスホテルまで行って、でその時にもうまず感じたのは、その渡辺さんっていう人は雑誌では見たことあったんですけど、直接お会いしたこと一回もなくて、でまず貫禄が半端ないなっていう、ちょっと怖い感じっていうか、見た目もちょっと大柄な人なんで、ちょっと威圧感が、で顔見たらすごい真剣な、もう本気で来てるなっていう、ヘラヘラしてない、もう本当に真剣な顔してきてるなと思って、これ本気だと。で話を聞いたら、うちはその条件で選んでもらえるなら、いくらでもっていう話ではならないけど、一番いい条件を出します、プロなんで、その条件がいいところを選ぶのは、もうこれはもうプロとしては、一番重要視しなきゃいけないポイント、でそこのバランスで、その契約金だけが良くて選ぶのか、そのトータルパッケージとして選ぶのか、でこれは一回山本昌さん、頃現役、野球の方でも現役、それこそバリバリな時に、
ちょっと会う機会があって、はい、であの頃そのプロになるって宣言をした時の、話を聞きつけて電話してくれて、でプロになるんだってでやるなら絶対契約条件のいいとこ選べっていうアドバイスをいただいて、山本さんは、はい、でももうプロとしてはもうまあまあ大先輩どころかもう本当にはいすごい方なんで、はいはい、もうその話のそういう方のアドバイスを聞かない理由はないなと思って、でもうその時にその話を思い出して条件が良くて、あとはその直感、ここでやれるかなっていうところがやっぱその渡辺さんの顔、表情を見た時にこう一気にこう心を奪われた感じというか。なるほど、でもうそれをタミヤの時三浦さんにメインに話させてもらってたんで、契約まだねしてないこの一歩手前の状況だから、ちょっともう心の中ではこういう条件が HPI から来て、ちょっと申し訳ないけど、今回は HPI に選ばさせてもらいますということで、一応了承いただいて、で HPI と晴れて契約することに。そんなことはあったんですね、はい、これがプロの一番最初に、やった大きなプロジェクトというか、そうですね、いわゆるこれでメインスポンサーっていうのが決まり、その渡辺さんの、その真面目な態度、真剣な表情っていうのも、なんか自分がプロになったんだ、プロに上がったんだっていうものを確信づけるものでもあったんじゃないですか。そうですね、やっぱり自分が本気でやってきたことを相手も本気で捉えてくれてるっていう、ある意味リンクしたような感じっていうのは、やっぱり責任も含めて、やっぱりちゃんとやっていかなきゃいけないなと、みんなこれ冗談じゃないなと、タミヤさんもそうでしたけど、他のメーカーさんもそうでしたけど、やっぱり誰も冗談で言ってなかったんだなと、でこれでHPI と契約をしてやるというスタートが、を切ったわけですけど、そうですね、でもう最初からもう、希望してたアメリカでもやりたいと、アメリカに行ってやれるならやりたいけど、とりあえず最初はアメリカに通いながらでも、レースに参加したいなと、もうそれだったらアメリカに移住しなさいと、もうアメリカに来てアメリカに生活して、アメリカ人を認めさせてくださいと、実力で、それがまず一番最初に HPA としてやってもらいたいところです。でこれなんでアメリカかっていうと、日本はもう全日本チャンピオン取ってるし、日本ではもう原さんの名前はみんな知ってると、これ以上日本で勝っても、それの効力っていうのは HPA にとってはそこまではないということで、いよいよアメリカにもう本格的に移住するということで、なんと、すごい転機ですね。でもね、そうですね、アメリカに行くって言っても、それこそどうやって家とかどうするのかな英語喋れないしだいぶ海外には行くようにはなってたんで、なんとなくのその雰囲気は慣れてはきてましたけど、実際生活するとなったら、どうしていいかわからない、まずは渡辺さんの家に居候しながら、そうなんだね、最初はそこから始めましょうと、ゆくゆく自分の家を自分で探してみたいな、で始まったんですけど、カリフォルニアですか？あれはカリフォルニアのオレンジカウンティっていう、空港から1時間ぐらいのところかな、よく日本人が多いエリアなんですけど、日本人とあと、ラジコンメーカーさんが、なぜかそこに固まってるんですよね。カリフォルニアって多いですよね。カリフォルニア自体が大きいんで、場所によっては全然誰もラジコンがないってことってあるんですけど、なぜかそこのオレンジカウンティラジコンメッカなんですよね。サーキットもいっぱいあるし、ソーカルっていうぐらいですからサウザンカリフォルニア、南カリフォルニアですよね。あそこにやっぱり集中してて、今でも会社いくつかあると思うんですけど、アソシだとか、無限さん、京商さんもその近くにあったりとかして、ちなみに、そのアメリカに移住するとなった時に、ご両親とかはどういう反応とか、どういった言葉をくれましたか？もうラジコンでこうやっていくことに関しては、もう応援するだけ、100% 応援してくれるという、もうこれに尽きると思いますね。もうやりたいようにやりなさいと、人にだけは迷惑かけないように人様に迷惑かけないように頑張りなさいと、最低限のことだけはしっかりやれば、ありがたい言葉をいただいて、素晴らしいご両親ですね。そうですね、反抗期の時も当然ねありましたけど、今になって思うとやっぱりもうあの時の一つ一つのね言葉っていうのはやっぱありがたいなと思いますよね。
新天地、はいプロ活動としてアメリカに生活して、そうですね。ちょっとここから長くなるんですけど大丈夫ですか？うまくかいつまんでもらっていいですか？ちょっとこれもう一本もらえますか？いいですよ。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また Twitter、インスタ、Facebook もやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。